皆さんこんにちは。ジェームズのティータイムへようこそ。イギリス人の私が日本に1年間交換留学して、性格がいろいろとちょっと変わりました。今日はそのちょっと変わったところを3つ紹介したいと思います。この動画は実はパート2なんです。パート1ではお辞儀や傘の話などをしました。説明欄にパート1へのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひご覧ください。それでは行きましょう。私は靴紐にこだわりがありました。そのこだわりっていうのは少し説明しにくいんですけど、なぜか靴を脱ぐときは絶対に靴紐をほどかなきゃいけない。靴を履くときは絶対にきちんと結ばなきゃいけないというものだったんです。なぜそう思っていったのか自分でもよくわかりませんが、靴紐をちゃんとしてないと落ち着かない感じでした。でも、毎回靴紐をいちいち結んだり、ほどいたりして、結構時間がかかってたんですよね。イギリスでは靴を脱ぐ場面って日本ほど多くないので、イギリスにいるときはあんまり問題にならなかったんですけど、やっぱり日本は違いますよね。日本では居酒屋や温泉など、靴を脱ぐ場面が本当に多い。一人だったら時間をかけてもいいんですけど、友達とか会社の人と一緒にだと、みんな適当にさっと履くから、いつも待たせていないかな、申し訳ないな、と思って焦ってました。で、ある時、私は友達と温泉に行った時に、今回だけはもう結ばないでいこうと思って、結ばずに適当に入ったんですよ。なんて無謀なことだ。でも、その時感じた、俺は自由に生きてるんだぜっていうあのアドレナリンラッシュ、半端なかったんですよ。そしてその落差に気づいてから、靴紐を絶対結ばなきゃという謎のこだわりを克服しました。多くの日本人がそうしてると同じように、靴紐を少し緩めにして、ほどかなくても履けるようにするようになったんです。今ではイギリスに戻ってきても、あんまり結んだりほどいたりしなくなりました。こんな感じで私の性格がちょっと変わりましたね。あと、ちょっと余談なんですけど、日本に行って思ったのが、日本人の靴って小さくないってことです。私の足のサイズは30センチなんで、まあ、温泉施設の靴箱に入れるとき、本当にギリギリ入るんですよ。斜めにしないと入らないぐらいギリギリです。多分、まあ田舎だったら入れないところも普通にあると思います。やっぱり私の足が大きいだけですかね。同じ経験のある人いますか？皆さん、アイスコーヒーって好きですか？私は日本に住む前、アイスコーヒーにすごく違和感がありました。でも、日本に住んでからは飲めるようになっただけじゃなくて、結構好きになったんです。今思えば、なぜそこまで違和感があったのかわからないんですけど、多分、イギリスではあんまり見かけないからだと思います。最近、イギリスではコーヒーショップがかなり増えてきて、アイスコーヒーはまあ買えなくはないんですけど、やっぱりそれでもホットの方が圧倒的に人気があるイメージです。人生で初めてアイスコーヒーを飲んだのは2019年、日本にホームステイした時でした。その時、自販機でペットボトルのアイスコーヒーを見て、イギリスでは見たことがなかったので、すごく興味深く感じました。まあ、アイスコーヒーという概念はしてたんですけど、そのアイスコーヒーがペットボトルに入ってるのがすごく不思議でした。それで飲んでみようという気持ちになって飲んでみました。でも正直その時はあんまり美味しく感じませんでした。ホットコーヒーに慣れていたので違和感があって好きじゃなかったんです。
だから次に挑戦するまで少し時間がかかりました。次に飲んだのは去年の留学中、9月に日本に行ったんですけど、びっくりするぐらい暑かったです。秋のはずなのに30度を超える日が多くて、さすがにホットは無理だなと思いました。でもカフェインがないと生きていけないので、仕方なくアイスコーヒーをまた飲んでみたんです。最初はやっぱりそんなに好きじゃなかったけど、ビールとかワインと同じように飲めば飲むほど美味しく感じるようになりました。そして11月になって寒くなってもまだアイスコーヒーを飲んでいる自分に気づいて、あ、俺変わったなと思いました。イギリスに帰ったらまたアイスコーヒーを飲む機会は少ないんですけど、日本にまた行ったら絶対また飲みたいと思います。特に暑い時期にね。日本に住んでみて、ナイフとフォークよりお箸の方が便利だなと思うことがありました。例えば、日本に行く前はインスタントラーメンの絶対フォークで食べてたんですけど、食べづらいし、汁が跳ねて服を汚したことも何度かありました。特に赤い辛ラーメンとかだったら、本当に嫌ですよね。不便だな、食べづらいなと思いながらフォークで、しょうがなく食べてたんですけど、やっぱり不便でした。日本でナイフとフォークを使ったのは、サイゼリアに行った時ぐらいで、それ以外は、全部お箸でした。インスタントラーメンももちろんお箸で食べていました。そしてフォークよりずっと食べやすくて、服を汚さないし、すっきりしました。ラーメンってお箸文化圏で生まれた料理だから、やっぱりお箸で食べるのが一番ですね。当たり前のことなんですが、日本に行くまでそれに気づきませんでした。それにインスタントラーメンだけじゃなくて、例えばサラダとかもお箸の方が便利だと思いました。なんというか、丁寧に食べなきゃいけないものであればあるほど、お箸の方が向いてる気がします。例えば、ポテチですね。ポテチを丁寧に食べる人は少ないと思うんですけど、ちょっと話させてください。ポテチを手で食べると手が汚くなって、ベタベタになって、スマホとかキーボード触れなくなるのって嫌じゃないですか。私だけですかね。でも、日本に住んでる時に気づいたんです。ポテチってお箸で食べたら手を汚さずに済むし、最高じゃないですか。と。で、試してみたら手が汚れずに綺麗に食べられるし、めっちゃ便利でした。これはナイフとフォークではなかなかできないんですよ。フォークで刺そうとすると崩れるし、すくおうとしても落ちるし、ちょっと無理です。もちろんマッシュポテトとかお箸で食べにくいものもあって、何でもお箸の方が便利だというわけではないんですけど、ものによってはお箸の方が便利だったりするねという、気づきです。それが日本人の皆さんにとっては当たり前のことかもしれませんが、私にとって当たり前ではありませんでした。そしてこのことに気づいてイギリスに帰ってもお箸を使うことが増えました。というわけで、日本に住んで性格が変わったこと3選紹介しました。いかがだったでしょうか？冒頭でも言ったように、私は日本に1年間しか住んでいないので、性格が激変したというわけではないんです。でも、ちょっと変わったところは結構多いですね。しかし、根本にある性格というよりは、その現れである習慣が変わっただけかもしれません。ただ、その習慣の変化によって性格も少し影響されることもあると思うので、結果的には性格が変わったというのも言えるかもしれません。それはさておき。今日の動画が面白かったら、チャンネル登録よろしくお願いします。
そして説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひパート1も見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。